こんにちは、メイです。今回は新しいマイデザを使って喫茶ハトノスのテイクアウト専門店を作りました。まずはマイデザインの紹介をした後にミッチェル経営のテイクアウト専門店を作っていきます。まずはマイデザインの紹介です。リトアニアの首都ビリニュスにあるような道をイメージして描きました。いい感じの画像がなかったのですが、こんな感じの道です。歩道と道路の間に石が敷き詰められているのが特徴的ですね。今回は道の他にマスターのロゴを手旗で描きました。すでにお気づきの方もいらっしゃると思うのですが、セブンイレブンとあつ森がコラボしたアクリルキーホルダーのロゴがモデルです。かなり可愛かったのでしずえちゃん以外ゲットしました。それではまずマスターの手旗からサクッと紹介いたします。この手旗の使い方は簡単で、コーヒーを注文する場所や柱の上に立てるのがおすすめです。ちなみにこのお店はミッチェルの夢の中を描いています。師匠であるマスターを喫茶店で働かせているという夢です。よく見るとあんなところにマスターが。さてマスターは何人いたでしょうか。手旗は含めません。答えは最後に発表します。それでは道のマイデザインの紹介です。これが基本の9パーツです。これだけでも使えるのですが、滑らかな斜めの道には対応していません。ここからがオプションパーツで、斜めの道や複雑な道にも対応しています。使い方次第でこんな複雑な形もできます。それでは早速このマイデザインを使ってコーヒーのテイクアウト専門店を作っていきます。それではまず家の外観から変えていきます。今回はブラウン系をメインで使うので外観も合わせます。 SNS などを見ているとブラウン系を皆さんがよく使うかなと思ったからです。このように道を作っていきます。横断歩道をここに敷きます。まっすぐな道は簡単なのでそんなに説明はいらないかなと思います。斜めの道は4パーツずつ使います。右下斜めの道を作りたいのでまずは2のパーツを使います。ここの間が切れてしまっているのでこれを埋めるように6のパーツを敷きます。滑らかな斜めの道になりましたね。次は左上斜めの道を作るので先ほどと同じように作ります。ここのまっすぐな道と斜めの道の間は7のパーツを使います。斜めの道の5から8は間を埋めるパーツになります。間を埋めるために7のパーツを敷きます。ここに空いている三角形部分は5のパーツを敷きます。綺麗になりましたね。縦の道を上に続かせていきます。これでレンガ部分が完成したので石畳を敷いていきます。大まかにマイデザが敷けたので家具を置いていきます。ここにトンネルを作っていきます。トンネルの屋根はパーゴラにします。パーゴラの前にお城の門を置いて入り口を作ります。今置いた家具の右側に中世の街並みを2つ置きます。お城の門との間が気になるのでお城の門を少しずらします。左の空いた隙間に飾り柱を立てます。パーゴラの後ろが空いているので西部の街並みを置きます。暗くした時にいい感じに見えるからという理由で採用しました。西部の街並みの後ろにある2段目に柵をつけます。左下を飾り付けます。最大に成長した木は奥が見えなくなるので広葉樹 M にします。これで左側が完成したので真ん中を飾り付けます。ここを家の庭にします。今敷いているマイデザは以前公開したものです。
家と歩道をしっかり分けるために家具を置いて柵を立てていきます。花壇の部分に柵を立てます。このままだと背の高い家具が真ん中にないので立体感がありません。木を植えて立体感を出していきます。木の周りに家具を置くのですが、背の高さをあえてばらけさせることでパッと見を複雑にし、一見で何が置いてあるかわからない状態にします。どんなメリットがあるかというと、あえて複雑にすることでその場所を脳が背景として処理をしてくれます。メインではないところを複雑にすると逆にメインを際立たせることができます。シンプルにしてもメインを際立たせることができるのですが、シンプルにするか複雑にするかは好みですね。これで真ん中は完成です。パッと見は家に目が行きますよね。今の解説はまた別の動画で詳しく解説しようと思っています。最後に右側を作っていきます。ここにレンガの道を敷きます。今マイレザを敷いているところにテイクアウト専門店のお店を作ります。崖につるを引っ掛けていきます。先ほどマイレザを敷いた部分にお城の門を立て、隙間に柱を立てます。隙間を埋めるときは柱か木がおすすめです。お城の門の後ろにテイクアウトカウンターを作ります。この家具の組み合わせはかなりお気に入りです。奥行きも出て一つの建物のように見えますね。島クリエイトなど場所が広いところならもっとそれらしくできたかもしれないですね。マスターの弟子ミッチェルが経営するテイクアウト専門店なので、マスター関連の小物を置いていきます。ピジョンミルクは大量にストックしてあります。ピジョンミルクは商品名だと思っていたのですが、調べたらピジョンミルクは鳩などが子育てする時のものらしいですね。ミルクにこの名前をつけて主人公に提供するマスターは自分の子のように好いているということなのでしょうか。いろいろと想像が膨らみますね。マイレザの旗を出します。飾り柱の上に手旗を飾ります。これで完成です。ブラウンがメインカラーの街並みにもマイレザがよく合っていますね。終わりの挨拶の後にこのマイレザの使用例を2つ作ったので参考になったら嬉しいです。ミッチェルのテイクアウト専門店はいかがだったでしょうか。マスター何人いるのかはこの挨拶の後に答え合わせをします。ピジョンミルクの正体が気になると思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。